Lort Arai Ski Resort, February 2nd, 2025. English subtitle is available. Turn on the subtitle. English subtitle is not AI generated, but is manually typed. In this video, all the expert courses of Arai Ski Resort will be explained. はい、2月2日、ロッテ新井スキー場の動画になります。今回から、機械読み上げの日本語はやめてました。はい、英語の字幕つける関係で、自分の声にしました。はい、今回はロッテ新井スキー場、大斜面から、ハイクアップして全部滑りました。ほとんど、フリーライディングゾーンですかね、上級のコースばっかりです。コースの中の普通のコースは、ほとんど行ってません。だいたいフリーライディングゾーンはほとんど全部行きましたので、順番に紹介します。はい、1日券はインターネットから買ったんですけども、この普通の販売所でしか交換できないんですね。自動の機械は使えないみたいでした。ゴンドラは5分待ちぐらいですかね。ほとんど待たないですね。すごく空いてました。はい、これゴンドラ降りて全棚リフトの方です。全棚リフトも空いてました。待ちは本当ないですね。ロッテ新井は空いてますね。神楽とかすごく混んでるらしいですけども、やっぱロッテ新井は東京から遠くて、あと高いんですかね。だからやっぱ人来ないんですかね。あと土曜日ですかね、パウダーが降ったのは、今日の日曜日は前夜に雪降らなかったので、それも原因かもしれないです。はい、これ全棚リフトの山頂です。全棚リフト降りて左ですね。左折してちょっと行くと、大斜面にハイクアップするゲートがあります。今そちらの大斜面にハイクアップするゲートの方向に向かっているところです。はい、ほとんどなんかスノーボードの人ばっかりですね。スキーで自分みたいにツアービンディングでシールつけてる人はすごく少なかったです。スノーボードの人は簡単ですね。リュックサックで背負うだけですよね。はい、羨ましいです。はい、1本目滑ったコースは、その黄色線で書きました。ハイクアップして大斜面ですね。大斜面の結構奥の方まで行きました。そこから、下に降りてきて、エキサイターっていうコースに入って、エキサイターの途中から和製っていうフリーライディングゾーンに入って、中間ステーション、六本木ステーションまで帰ってきました。はい、これはヤマップのログです。これのが正確ですね。はい。大体そんな感じですね。大斜面からエキサイターで和製ですね。はい、ここから大斜面のハイクアップゾーンに入ります。はい。今は人いないですけども、このスキーのトレースとちょっと右にブーツで歩く人用のトレースがありまして、ちょっとその左側ですね、左側のところはスキーのトレースがあります。でもスキーの人はすごい少ないですね。ほとんどスノーボードの人ばっかりですね。はい、ちなみに自分はこの、クライミングスキン、シール使ってますけども、全然、なんですか、つぼ足でも全然登れると思います。その場合はスキーをなんですかね、背負うためのショルダーストラップ、アマゾンとかに売ってるので、そういうのを使った方が楽だと思います。肩に持つのはちょっと大変かなと思いますね。あと、もし可能だったらスキーのブーツにつけるアイゼンみたいのもあった方が歩きやすいかもしれないですね。はい、そうですね。全員がツアービンディング持ってるわけじゃないですからね。全然ここつぼ足でも全然いけると思いますね。はい。登る時間はだいたい20分とかそんなぐらいですかね。自分は体力ないので結構大変でした。早い人だったらもっと早い10分ぐらいで登れるんじゃないかなと思います。結構頂上来ました。もうこの辺から滑る人は滑ってますね。どこで降りても OK ですね。はい、もう好きなとこから滑っちゃって大丈夫です。迷うようなところはないので、なんですかね、もう適当に降りてくれば、大体コースに降りてくれるので、全然道に迷う心配とか全然ないです。はい、ここでシール外して滑走モードに変えます。ここ斜面が急なので、このスキーのシール外してるときに間違えてスキーを流さないように注意した方がいいかもしれないです。はい。
大雑把に言って、奥に行けば行くほどパウダーは残ってる感じがしました。ここから滑ります。最高です。すごい。いやー、これはすごいね。いやー、すごい。はい、大斜面は一応上級コースってことになってますけども、簡単ですね。登るハイクアップさえできれば、初中級って感じですね。全然難しくないです。多分フリーライディングゾーンの中では一番簡単かもしれないです。はい、ここでもう左に見えてるのがベアバレーのコースですので、もし心配な人はもうここで左に行っちゃえばコースに戻れます。はい、自分はもうちょっと右の方のツリーランの方行きますけども、はい、なのでここで左行っちゃえば超簡単ですね。全然初中級で大斜面は来れます。うわ、ここは、いけるか。ロッテ新井の場合はもうどこ滑っても自由なんで、もう全部滑れますね。他のスキー場だと考えられないですよね。滑ってる人いますけど、一応コース外滑走禁止ってみんなどこも書いてますからね。ロッテ新井だけは本当スキー場の外に行かない限り本当自由ですね。本当不思議ですよね。はい。はい、ここで左がベアバレーのコースですね。で、正面に見えるのが苔なしリフトの山頂駅になります。ベアバレーのコースです。はい、ここから、エキサイターのコースに入ります。朝の午前10時なので、まだバーンが硬くて、ちょっと大変です。別に難しくはないんですけど、もうボコボコで、なんか滑って楽しいってわけじゃないですね。誰も他滑ってる人いないですね。はい。左が苔なしのクワッドリフトです。うわ、ボコリこのエキサイターは別に難しいわけじゃないんですけども、午前中はこうやってもうカチカチの形状で固まってる感じで、ちょっと
大変ですね。ですので、午前中は大斜面とか、もうちょっと雪きついところでぐるぐる回して、午後になったら、もうちょっと標高低いところのこういう上級コース来た方がいいかもしれないですね。今のタイミングだと、大斜面とかすごい雪質はいいです。はい、この右にあるゲートから早稲に入ります。ダブルダイヤモンドの超上級コースです。はい、早稲はやばかったですね。ほんと急な谷間の傾斜したアイススケートリンクに氷の岩がゴロゴロ落ちてるみたいな感じですね。もう危なくて本当大変でした。ここは午前中はやめた方がいいかもしれないですね。午後に緩んでからだったら大丈夫かもしれないです。これはきついね。確かに。ビビった。正直ここは怖かったですね。すごい急で、しかもこの谷と尾根が連続して次々あるのでトラバースもしづらくて、本当怖かったですね。これも午後になってもうちょっと雪が緩めば大丈夫かもしれないです。もうターンも切れないのでトラバースとキックターンの繰り返しで降りてきました。もう何しろカチカチのボコボコって感じです。ロッテ新井がこうやって本当に危ないところですね。沢の真ん中で穴が開いてるようなところはちゃんと、フェンスが立ってますね。棒が立ってて入らないようになってます。すごい親切ですね。神楽とかだとこういうのはないですよね。四の谷とか穴が開いてて、昨年のシーズンも亡くなった方いますよね。はい、なのでロッテ新井は安全です。いやー、これ難しいな。こけました。はい、この早稲はすごい難しかったですね。はい、
1番かというと、この日の一番最後に滑った一番下にある KG っていうダブルダイヤモンドですかね。それがもう最悪でしたね。もうとても滑るようなとこじゃないって感じでしたね。はい、なんか谷間を無理やり降りてる感じでした。ですので、この結構下の方のダブルダイヤモンドはやばいですね、どこも。あとフリーライディングは全部滑ったって言ったんですけども、マムシ返しは滑ってないですね。それ除くと大体滑ったと思うんですけども、はい。はい、これがゴンドラの中間駅、六本木ステーションに帰ってきました。これでまた登って、もう一回、大斜面行きました。はい、山頂に来て、大斜面2回目ハイクアップです。大斜面の山頂付近です。さっきより天気はいいですね。景色が良くなりました。やっぱりこの大斜面が一番雪質いいですね。やっぱこのハイクアップしてくると人が減るので、ハイクアップの道具持ってない人がいるので、断然そのパウダーの競争率が下がって、いいですね。メンツルパウダー残ってますね。はい。なので結果論ですけども、歩くの気にならない人だったら、大斜面を繰り返しぐるぐるハイクアップで滑るのもありですね。雪質は一番いいですね。全棚リフトもいいですけどね、一番上なんで。はい、でその地図の左下のあたりのマムシ返し KG ですかね。あと早稲ですかね。あの辺はちょっと難しいですね。午後とかに、チャレンジするのはいいですけど、その難しいのにチャレンジするのは面白い人が滑るのはいいかもしれないですけど、ちょっと自分には難しすぎますね。ですのでせめて、船石とか全棚ボールとか、あの辺のがまだマシだと思いますね。はい。またはその全棚リフトで、B フリーとか、あの辺のツリーランですかね。ちょっとオフピステに入るくらい、それがいいんじゃないかなと思いますね。マムシ返し KG のあたりはちょっと、普通の人はやめた方がいいと思いますね。はい。はい、これが今言った全棚ボールですね。これは全棚ボールの5番のゲートなので、もうかなり下の方ですね。ここから入るのは超簡単です。超上級ってなってますけど、ここからなら多分誰でも入れますね。はい、後で、全棚ボールの2番ゲート、もっと上の方から入ってみます。2番ゲートから入るとちょっと難しいですかね。ただ、下の方の、早稲とか、KG みたいなめちゃめちゃやばいってことはないです。こっちの方が全然滑りやすいですね。はい。はい、全棚ボール、これトラップがあります。これ一番下まで降りてくると、登らないといけないんですね。この下が立ち入り禁止なので、ボトムまで落としちゃいけないんですね。トラバースで高いところからこう、全棚クワッドの方向にトラバースかけないといけないんですね。はい、この後ハイクアップしました。ハイクアップっていうか、つぼ足で歩きました。はい、ここはレジェンダリーコースです。はい、ここは
ゴンドラから、登ってくるときによく見えるコースですね。雪とか降った直後はいいのかもしれないですけど、今のコンディションだともうボコボコで、滑ってて疲れるだけって感じですね。斜面的には今日はちょっと急ですけども、全然滑れないとかそういうレベルではなくて、全然普通に滑れるんですけど、滑って面白いわけでもないって感じなので、1回経験で滑ればいいかなって感じですね。全棚クワッドで山頂付近に行って、全棚ボールか船石とか、あとはB フリーの左右のスリーランですね。あの辺のが全然いいですね。はい。あとは大斜面って感じですね。ここは1回滑ればいいかなって感じですね。ここもパウダー降った直後とかはすごく良かったのかもしれないですね。なので、この日曜日ではなくて土曜日とかだったら、最高だったのかもしれないですね。はい。1日経っちゃうともうボコボコで、もう疲れるだけです。ここで、ゴンドラの中間駅六本木ステーションに帰ってきました。山頂の全棚クワッドを降りて、B フリーのちょっと右側っていう感じですかね。リフト沿いのツリーランです。一応コース外ってことになりますけども、みんな滑ってるとこです。この辺が一番滑りやすいのかなって思います。そんな斜面も急じゃないし、このオフピステの感じも味わえるので、リフトでぐるぐる回すんだったらここの辺を滑ってるのが、一番雪質的にもいいのかなと思います。この赤丸つけたあたりですね。
はい、ここで B フリーに戻ってきました。はい、やっぱりこの B フリーあたりが一番雪質はいいですね。はい、ここでゼンタナクワッドの、乗り場の方に戻ります。はい、ここはベンザクですね。ゼンタナクワッド山頂に行って、右に曲がって、一番奥まで来るとこのベンザクがあります。一応上級ってなってますけど、まあ簡単ですね。まあ多分中級ぐらいで全然来れます。まあツリーランみたいなとこですね。ちょっとボコボコしてますけども。はい。まあ、さっき通った、B フリーの右側の方が簡単かもしれないですね。こっちの方がちょっとボコボコしてます。はい、ロッテ新井はすごい親切ですよね。戻ってこれなくなるところにはちゃんとこうやって看板で外に出ないようにちゃんとつけてくれてますよね。この他のスキー場とかだとこういうのはないですよね。スキーのコースの中とオフピスって2種類しかないですからね。ロッテ新井はすごく安全でいいですね。このオフピステっぽいところをとても管理された状態で滑れるので、日本でここぐらいですよね。本当珍しいですよね。ゼンダナクワッドのすぐ下滑ってみました。ちょっとここは良くないですね。やめた方がいいですね。はい、失敗でした。トラバスしないといけないか。どうしような。長遠やまっすぐ行くと、コースには戻りましたね。まあ問題なかったです。だけど右に行くとリフトに頭ぶつかりそうなんでちょっと危なかったですね。はい。はい、今度はゼンダナボールの2番ゲートから入ります。さっきゼンダナボール入ったのは5番ゲートで結構下の方から入ったんですけど、これは一番上の方からですね。はい、入り口、入り方は、ゼンダナクワッド降りて、左に曲がって、すぐ左側ですね。船石に行く、ここは船石に行く道ですね。船石に行く道、途中まで行って、右側にゼンダナボールの2番のゲートがあります。はい、これですね。これが、ゼンダナボールの2番ゲートです。地形がこれすごいな。うわこれきついかな。やっぱやめようかな。不可能じゃないよね。ちょっとここの入り口急斜面でビビりました。はい、もう右の方がもう谷底に落ちてくって感じですね。ちょっと怖いので、トラバースとキックターン繰り返しで、下の方に降りてきました。まあトラバースができるんだったら、なんですかね、幅はあるので全然難しくないですね。何度も、トラバースすれば、だんだん下の方に降りてくるので、ここで連続ターン切って下に降りるのはちょっと自分には無理でした。
こんな感じで結構急斜面ですね。ただ午後になってるので、もう雪が緩んできてるので、こうやってトラバースで、繰り返していけば全然降りられます。はい、このロッテ新井のフリーライディングゾーンに来て思うのは、人少ないですよね。そこフリーライディングゾーン滑ってて人と会わないですよね。自分だけって感じですよね。多分お客さんがこれ外国の方が多いので、あまりこの急斜面は求めてないのかもしれないですよね。結構初心者コースとかの方に人がいるのかもしれないんですね。あと今日日曜日で土曜日の前の日に雪が降ったので、何ですかね、パウダー求めてる人は今日は来てないのかもしれないですね。はい、はい、ここは滑れますね。早生とか KG みたいなやばさは全くないですね。ですので、船石と、善玉ボール、ここはトラバースできる方だったら全然来て大丈夫ですね。朝一とか硬い時はやばいですけど、午後に来るんだったら、大体大丈夫じゃないかなって思いました。よいしょ。あとはトラバースの繰り返しですので省略します。これ下降りていくと、全棚クワッドの乗り場に出る感じですね。はい、次は船石行きます。船石は最初はさっきと一緒ですね。全棚クワッド降りて左のとこですね。ずっとまっすぐ行きます。全棚ボールの2番ゲート入るときはこの先を右に行ったんですけども、船石はまっすぐずっとまっすぐ行きます。どっちが難しいって、なんか自分的には船石のが難しいような気するんですけどね。全棚ボールはダブルダイヤモンドで、こっちの船石は上級コースなんですけど、船石のがこうトラバースしにくいので自分的には難しいって感じますね。はい、これなんか右の方に給水タンクみたいなのがありますよね。これ何なんでしょうね。ちょっとよく分かりません。はい、この船石行くのまっすぐ行ってもいいんですけど、このロープのギリギリ全開右に行くと、尾根ですかね、尾根の上を滑れるようになります。若干人が少ないので、荒れてないので滑りやすいような気がするんですけど、でも尾根なので狭いんですよね。なのでこっちがいいのかどうかは結構好みによるのかなと思います。はい、ここがちょうど船石と、全棚ボールの間にある尾根っていう感じですかね。一応区分としては、船石のコースになると思うんですけども、はい、こんな感じで眺めはいいんですけど、結構これ急ですね。急で幅が狭いので、難しいかもしれないですね。左側の沢の地形の方行った方が滑りやすいっていう人もいるかもしれないです。どっかで降りないとね、ここまで行っちゃうと。不可能じゃないんだよね。尾根をここまで来るとちょっと降りるの大変になっちゃいました。ここまで来る前で左の方の沢に降りた方が良かったかもしれないですね。ちょっとコース取り失敗です。
こりゃきついね。えーいやー、こりゃ、右で行くしかねえか。はい、ここ結構急ですね。結構急で木があるので、降りるのちょっと大変でした。まあ、キックターンとトラバースでなんとか降りました。これ、やべえな。遠くに見えてるのが苔なしのクワッドの終点ですかね。はい。船越大丈夫って言ってましたけど、ちょっとやばかったですね。ちょっと難しいかもしれないですね、船越。はい。DJI のアクションカム、バッテリー切れになっちゃったので、この後は、スマホで撮影しました。こんな感じで、なんとか降りてきました。この下が、全ダナクワッドに戻る道ですね。なんとか降りてきました。はい、3時過ぎてしまったので、ベアバレーコースで下山します。このベアバレー使わずに、全ダナクワッドの下からレジェンダリーで下ってもいいかと思うんですけども、ちょっとよくわからなくて、この一般的な下山コース使いました。この後、下の方に降りていって、KG という上級コース、ダブルダイヤモンドの、上級コースを滑ります。コース把握用に一応、ノーカットでお見せしますけども、適当に早送りしてください。あと概要欄にリンク、見出しのリンク貼っておきますので、そっちをクリックしていただいても大丈夫です。初中級の方だとこのベアバレコース回すのも面白いかもしれないですね。はい。他にこの自分なんかはそのフリーライディングゾーンがいっぱいあるのでそっちばっか行っちゃうんですけども、ここも世間一般の基準で言ったらすごくいいコースだと思いますね。はい。正面が苔なしクワッドの山頂駅ですかね。はい、これが和製の一番上のゲートですかね。和製はもう勘弁なんでここは行かないです。はい、マムシのコースはなんかもう閉鎖になってますね。危ないコースは早めに閉まるんですかね。このゲートも閉まってますね。はい、これはマムシ返しですかね。ここももう閉まってますね。
はい、マムシは見たところ、ここから見る限りそんな難しそうに見えないんですけども、はい、今度、機会あるとき滑ってみたいです。この後、KG に行きます。もうちょっと下ですね。はい。はい、ここから KG に入ります。KG は最悪でしたね。沢ですよね。沢を無理やり降りていくっていう感じで、全く面白くないし、危ないだけでした。はい。なんかこう、チャレンジして乗り越えるのが好きな方はいいかもしれないですが、自分はもう二度と来ないですね。まっぴらごめんです。はい、一応 KG を知りたい方のために、動画入れときますけども、ここ来てもしょうがないって感じですね。なので早送りしてください。ああ、ここ降りなきゃいけないのか。これどうすんの？難しい、ここは。KG 脱出しました。はい、もう二度と KG には来ません。全く何が面白いのかわからないって感じです。単に危ないだけです。はい、無事駐車場戻ってきました。この後温泉入って、道の駅新井で、食堂ミサで飯食って帰りました。鶏スタミナ定食美味しかったです。